はい、今日からまた Vlog を撮っていきます。まずちょっと顔を洗います。はい、そしたら今日は今回の動画はですね、なんとダルバです本当にダルバの皆さんありがとうございます。でね、今回はビタトーニングシリーズを、私が一番使ってるかな、スキンケアだとダルバのスキンケアのスプレーセラムはそうなんだけど、ビタトーニングシリーズがすごい好きで、前も紹介したことがあるんだけど、そちらをまたいろいろ紹介していきたいと思うので、普段からもねこの使ってるビタトーニングなんだけど、いつもこう手でジャバジャバやってるんだけど、朝はコットンを使って拭き取りだったりトナーパッド風に使うこともおすすめっていうことをダルバの方から言われたので、今日はその使い方をやっていこうかなと思います。まずコットンに結構たっぷりめにつけて、なんかさ、手がいいっていう人とさ、コットンがいいっていう人でさ、マジで賛否っていうかさ、どっち派かで分かれるじゃん。私は手で浸透させるようなイメージで、コットンは結構拭き取りが多いんだけど、はい、そしたらこれを開いて、新しいコットンで浸してもいいし、ちょっとトナーパッド代わりに。ちなみにコットンはイプサの買ってます。ビタトーニングシリーズは前にもね紹介してるので、また後ほどちょっと詳しくご紹介したいなと思います。やっぱさ、トナーパッドとしてこうコットンで時間を置くことによってよりこうなんか肌に浸透していく感じがある。はい、じゃあスキンケアライン使いでじゃらん。そうだ、ポケモンコンシェルジュっていうね、ネットフリックスのシリーズがあって、多分この動画が公開されてる時はもう8話全話配信されてるんだけど、今4話まで配信されてんので、めっちゃね、コダックなんて今まで興味なかったコダックがめっちゃ可愛いんだけど、そうそれの5話から8話8話の、試写会があるので、それに行ってきます。まず3時半とかなのでまだ全然時間があるので、ちょっといつも通りコーヒーを買いに行ってコーヒー飲んで支度して向かいたいと思います。日焼け止めは洗面所では基本トーンアップで、他の動画でも毎回紹介するさ、このビタトーニングシリーズとはまた違うのがビタシーだからのダルバのさ、粒がこのクリームと同じカプセルが入ってる日焼け止めがめっちゃ良くて、それ見せれば、せっかくこのシリーズでさ今回紹介するから、それ見せればよかったわ。お肌が綺麗になりました。お肌は綺麗ですけど顔は寝起きです。なんかショートヘアに見える。懐かしいな、ボブ。伸びて飽きたらすぐボブにしてたんだよね。髪伸びるのめっちゃ早くてさ、しょっちゅうボブにしてた。でも最近はやっぱアレンジをね、イベントとかでアレンジをすることが増えてるっていうか、それは自分の選択なんだけど、こうボブにしちゃうとさ、もうマジでアレンジがむずいか、しかも毛量多いし髪太くて硬いから、アレンジがむずいかと思ってずっと長いままなんです。はい、じゃあ行ってきます眉間にシワが寄っちゃうぐらい暑いんですけど、もうさ最近はさ、ちょこちょこ仕事も入ってるから出かけたり、それこそ夏だしマイルズがなんかその精神のために出かけてきなみたいな感じでテルマちゃんとミチちゃんと遊んでもらったりとかして出かけてたんだけど、暑いね本当に。けど基本的にやっぱ家にいることの方が圧倒的に多いので、子供を産んでからだからほんとさ、ロンドンに行くのよ、もうすぐ出張で。寂しすぎる。ロンドン行くのはめっちゃ楽しみなんだけど、なんかフェイスタイムとかするとさ、多分もっと会いたくなるじゃん。するけどね、寂しすぎて今考えるだけでなんか胸がギューってなっちゃう。でも私の仕事はやっぱ出張も多いから、これにね親子ともに慣れていかないといけないなっていう。でマイルズが11月に2週間出張で、今から病んでるマイルズもマジ無理。その2週間息子と離れて成長を逃すってきついねって話をしてます。はい、コーヒーをゲットしました。今日は L サイズにしちゃった。美味しい。
毎日飲んでて、本当に一生言ってるけど、毎日飲んでて毎日このリアクションができるコーヒーって本当にすごいと思う。美味しい。はい、じゃあちょっと息子とじゃれて、支度してお仕事行きたいと思います。今日はちょっと秋っぽい色合いになってて、服がリップはロードのこのランジっていうリップライナーにヒンスのこのミニバージョンなんだけど、リップティントミニチャイっていう色を、使ってます。ちょっと赤く見えるんだけど、もうちょっと本当はブラウンっぽい感じかな。なんかさ、産後さ、腕がすごい太くてっていう、もともと腕太いんだけど、もう本当に腕太いわけ。本当に腕太いわけ。2回言うぐらい太いわけで、父がさ、もうこの辺やばくない？わかる？このなんか牛感っていうか母ちゃん感っていうか、やっぱ母乳が出てるからで、まあ、出てないんだけど全然。それ産後さ、やっぱおっぱいが大きくなって、カップはどのくらい上がったかとかちょっとよくわかんないんだけど、アウグのさスポーティーシリーズをもう3000からずっとつけてて超楽なので、産後もずっとスポーティーシリーズをつけてるんだけど、なんかさ、今まで結構私胸が開いた服とかヘルシーと思って着てたタイプだったんだけど、なんかこの間ちょっと胸が開いてる今っぽい服を買ったので、それを着てみたらね、今の自分の体でなんか生々しい、なんて言うんだろう、母感っていうか、なんか今まではここ開いてても別にいいじゃん、可愛いじゃんって思ってたのが、親になったっていう心の変化なのか体の変化なのかは分かんないんだけど、すごい生々しくて、海外だったらまだいいかなくて、日本でこのちょっと父感があるもの着れないなみたいになって、それが結構大きな変化でさ、返品ザラで買ったんだけど、返品するかと思ってさ、悲しい。めっちゃ可愛いドットのトップス買ったんだけどっていういきなり父の話。腕も太いし、見て、もうマイルズと変わんないんだよね。あ、綺麗なウェーブを放って、はい、行ってきます。じゃん。このミュウミュウのこの間買ったバッグいっぱい入っていいです。ボトムはラグアジムで、トップスと靴はヴィンテージで、こっちはヴィンテージのシャネルです。はい、今日はですね、こっから結構今日はバッタバタで、まずジェントルモンスターの店舗オープンに行って、でその後バーバリーでフィッティングがあって、でその後事務所でミーティングがあって、でその後マイリトルボックスのイベントでボコとデコのね、皆さんと初めてお会いできるので、それに行くので、めっちゃマッハで支度をしなければいけなくて、ちょっと駆け足な準備なんですけど、せっかくなのでビタシーを使って日焼け止め下地を使いたいなと。これはもう他の動画でもすでに、見せたんだけど、ビタトーニングのシリーズのつぶつぶがこう見えるかな、こんな感じで、ほらここにつぶつぶ、今見えるように伸ばしたんだけど、つぶつぶが入っててすごい気に入ってて、めっちゃ使ってる。でとにかく伸びもいいしツヤがすごく出るので、下地としてもすごくおすすめです。今さ、サマソに行った時にさ、ヘアバンドをしてたんだけど、ヘアバンドにハトメがついてたので、それで1234でここにハトメがついてたんだけど、ここの箇所完全に筋荒れなのね。でめっちゃ汗かいたから、サマソニでここがめっちゃさかぶれちゃって痛い、ブツブツだらけになってるんだけど。そしたらファンデーションはよいしょ、ディオールにします。今日はちょっと一日ね詰め詰めなので気合い入れていきます。で普段だったらイベントの時はイズムで髪のセットをしてるんだけど、今日はちょっとバタバタで、イズムキャンセルして自分でね髪を巻く。あんまりうまくできないんだけどさ、なんか一生懸命化粧してもさ、汗でさドロドロになっちゃうんだよね。もう最近さ、毎回のごとく言ってるけど、化粧が本当に適当になって、しっかりメイクの正解が分かんなくてさ、昔はさアイシャドウとかいろんな色を楽しんでたんだけどさ、トレンドもあるけどね、もともとブラウンがすごい好きなんだけど、アイシャドウはね、ピンク系とかも一時期すごい、髪がピンクの時とかさハマってたな。ああもう私って本当に常に何かに追われてるわ。今もなんか事務所から LINE 来て、その案件をさ受けるかどうか、ダルバとかはもちろんもうさずっと知ってるブランド、ずっと愛用させてもらってるブランドなんだけど、初めましてのブランドとか商品とかは使ってみてから受けるか受けないか決めるって毎回言ってると思うんだけど、それこちら使用感いかがでしたかみたいな。やっぱりまだ使ってないっていう、もう大変だって気づいたら1週間終わってるんだもん。
世のお母さんたちすごすぎる本当に。いや専業主婦の方もマジですごいと思うし、働いてるママたちもマジですごいと思うし、母すげえ本当に。今までもすごいなーとか思ってたけど、この気持ちですごいってごめんなさい、リスペクトできてなかったと思う。すごいな、大変そうとかはあったけど、マジすごってなるけど、私はこう自分が発信する側として、こういうママのライフスタイルもあるんだっていうようなこととか、なんかポジティブな風に捉えてもらえたらなと。もちろんだからっていいことしか発信しないつもりもないし、上がることも下がることももちろん発信して、今まで通り発信していくつもりだけど、へえ、アリサちゃんがママになるとこういうやり方なんだみたいなの風に、なんか新しい視点で見てもらえたらなっていう風に思ってて、そんなこと言ってる余裕ないぐらいなんかバランスむずみたいな。でみんなにさ、保育園入れたらバランス取れるって言われるけども、寂しすぎて保育園とか入れられないんですけど、すぐすぐはないんだけどね。しかもさ、私の場合さ、これ他の動画でも言ったのかな、定時の仕事とかじゃないからさ、毎日保育園に通う必要はないわけよ、言ったら。けど息子のためにも刺激になるじゃん。だから通わせること自体はすごくいいことなのかなって思うんだけどね。入れるなら一緒にいたいしさ、保育園っていうより一時保育かなっていうふうに私は考えてるんだけど、何も調べたりしてないっていう。今のところ母に来てもらったりシッターさんに頼んだりでどうにかなる。もうそれはマイルズがこう家で在宅で働けるからっていうことなんだけど、ただその出張がね、マイルズも結構あるのでビムを重ねます。急ぐ時に限ってこうやってさ、化粧がうまくいかないんだよね。でもこれでアイラインで終わっちゃうんだけどさ、こんな化粧で私イベントに行っていいのかしら。まぶたにマスカラついちゃうの、ほんとどうにかしたいんだけど、一生うまくならないマスカラだよ。はい、これでいい？もうちょいチーク足そうかな。そうだ、ダルバからさ、前にいただいたリップをさ、ここにあるんだけど、じゃん。ちょっとピンクな色。可愛いよね。自分の唇が可愛い色の人みたいな。わかる？言ってる意味。かわいい。リップライナー塗ろうかな、後で。こんな薄めの色もあります。赤とこれを塗っていく。プレスを塗って、このダルバをかわいい、正解、大正解。このさ、塗るところがすごいさ、不思議なんだよね。これ初めてね、こんなの使ったんだ私。このなんかさ、美容液みたいなアプリケーターになってる。ほら、これで塗るんだけど、めっちゃ可愛いんだけど。はい、じゃあ感動してないで支度して行ってきます。はい、ということで今からまずジェントルモンスターのイベントに向かいます。化粧したのは撮ったんだけど、今朝ももちろん、スキンケアはダルバで、ビタトーニングシリーズを使って、今日のちょっと夜ね、ゆっくり紹介できたらなと思うので、いろいろどういうところがいいよとか、どんな人におすすめだよっていうお話とかを、今夜できたらと思います。まずは今日のね、一日 Vlog 撮っていこうと思うので、今日はドットちゃんです。上もね、これね、パンツも毛先じゃないや裾にドットのひらひらがついてて、上下ザラなんだけど、かわいいでしょ。ドットヘイリーみたいでしょっていう、すぐトレンドを追っちゃうね、私なんでございますが、銀座店にジェントルモンスターがオープンするっていうことで、行って、そのままバーバリー銀座店でフィッティングなので、銀座で、その後表参道戻って事務所でミーティングして、表参道らへんでマイリトルボックスのイベントなので、銀座表参道っていう感じの今日は一日です。行ってまいります。現場近くの駐車場に着きました。リップはね、さっきも言ったんだけど、ロードのプレスっていうリップライナーにダルバを重ねます。でちょっと撮影だからこれだと薄いのかな、どうなんだろう。実物で見るとね、ちょうどいいんだけど、やっぱ写真だとさ、ちょっとリップが薄いと顔色がなんともっていう感じなのジェントルモンスターのお店ということなので、メガネを持ってきました。このキラキラ付きのメガネです。これで行ってきたいと思います。反射しちゃうね、結構。はーい、ということで時間になったので、今お店に向かってます。角でね、すごいいい、これ並木通りかな、路面店ですごく素敵な場所にあります。2階に行きます。すごい
ちゃったかわいい。ジェントルモンスター全部似合うんですよ。バーバリーに到着しました。今からねフィッティングします。はい、今事務所に着いてミーティングまでちょっと時間があるので待ちです。その間に今日のジェントルモンスターで撮った写真とかをセレクトしたりします。いつも加工はペッツァのアプリで加工してる。その時によってどういう加工にするかとかは写真によって変えてます。ペッツァのアプリがもうずっと使ってて、年間のサブスクにしてます。はい、今、事務所でミーティングが終わって、今からマイリトルボックスのイベントに行きます。もうなんか疲れちゃった顔もよれたし、もうなんか暑いし、行ってきます。ボコとデコ、しかもこんなすごーい、いろんなのが、こちらこそすごーい。丁寧通販さんマジみんないい人たちだ。はい、今日のお仕事全部終わってお家に帰ります。そう、ボコとデコの方と初めて対面でお会いできてすごく嬉しかったです。皆さんすごいね、素敵な方々でした。暑くて暑くて大変です。じゃあ帰ります。はい、ということで帰ってきて、今ちょうどマスカラリムーバーを塗っちゃって、あ、やばい、スキンケア取んなきゃっていうことで、クレンジングからやっていきます。なんかさ、もう夜12時前なのにチークがまだ残っててすごいって。まずメイク落としていきます。スキンケアをしていきます。てかこれ取ろう。ここにねストラップをつけてるので可愛いでしょ、キティちゃん。これをつけてるからこう携帯がずっとこっちに倒れてっちゃう。ビタトーニングシリーズの、セラムトナーを使っていきます。結構ねとろみのあるこうとろーっとしたテクスチャーで、なんか肌に水分膜をこう作ってくれて、毛穴のこう目立ちにくい滑らかなお肌にしてくれるようなセラムトナーとなっています。本当に香りもすっごく好きで、ダルバの香りだっていう、多分ダルバを使ってる方はわかると思うんだけど、これ2回やります。化粧水は基本ねこう2回やることが多いです。で最近やっぱり今日とかもさめっちゃ暑くて紫外線を浴びることもすごく増えてるので、2週間ぐらいかな、今ダルバの方に戻して2週間ぐらい使い続けてるんだけど、なんかくすみが気にならなくなったっていうか、トーンがちょっと明るくなったような感じがします。もちろん顔はね日焼け止め塗ってるんだけど、それでもどうしてもやっぱ焼けちゃって、体も日焼け止め塗りながらね焼いてはいたんだけど、それに比べればやっぱお顔はトーンをそんなに落とさず保ててるんじゃないかなと思います。そして、美容液はですね、この化粧水もトナー自体もセラムトナーっていう名前だけあってセラムも入ってるんだけど、美容液はこちらのビタトーニングカプセルセラム。これもカプセルがね入ってるの。くすみケアにこちらもおすすめです。で 2,3 回重ねると保湿感もすごいあって、集中栄養補給みたいな感じでさらっとこうお肌に乗っかっていく感じ。結構みずみずしいのと、セラムなのにこの容量ってすごくない？このサイズ感なのすごいよね。 100ml 入ってる。保湿もしっかりされるのにすごい軽やかだから私は好きです。朝もだからいいかな。夜ももちろんなんだけど、夜はだから 2,3 回重ねてみたいな感じでもいいし、朝はさらっと一塗りでもいいしっていう感じです。そして最後に大好きで何度紹介したんでしょっていうようなビタトーニングの、カプセルクリーム。こんな感じでビタミンのカプセルがこちらも入っています。で前にさ真ん中に分かれててジェルタイプとクリームがバラバラになって自分で調合できるやつとかもあったんだけど、これはそのジェルタイプのものがこのカプセルになってる感じです。でこのつぶつぶカプセルがちょっとなんかどんな感じなのって使ったことない方は思うかもしれないんだけど、肌にのせたら本当体温でスルッと溶けていくので全然違和感なく使えます。カプセルを溶かさなきゃっていうようなこととか何も考えないでお肌に伸ばすと勝手に溶けてくれるような感じです。
でこちらもこの透明感があるお肌に仕上げてくれるようなラインになってます。でこのトナーとセラムとこのクリーム、この3つをこうライン使いすることによって肌印象がこうなんか生き生きしたみたいな感じがしてます。もうすごいさ、もうめっちゃ綺麗じゃない？くすみとかトーンに関してはすごいいい感じだと思うんだけど、どうでしょうか。実際にこの3つを2週間ライン使いすることで乾燥によるくすみをケアして肌のトーンをこう整えて明るい印象にしてくれる。でやっぱ夏の日焼けとかくすみとかが気になってるっていう人も多いと思うので、そういう方にもとてもおすすめです。ビタトーニングシリーズ。夏もそうだけど、年中でもダルバは使ってるかな。なんかスタメンのスキンケアがいくつかあって、でいろいろもちろんお仕事からさ試すことも多いしいただくことも多いじゃん。でいろいろ試すんだけど、なくなった次何にしようってなる時にこのスタメンチームが出るんだけど、その一つがビタトーニングで、トナーとクリームが特に私はお気に入りで、もうクリームは何個目だろうっていう感じで、あと私の母が家に泊まりに来たりとかする時もビタトーニングのクリーム、このカプセルクリームをすごい気に入っていつもいろいろね置いてあるんだけど使っています。私はすごいなんかくすみに良かったかなっていうような感覚があって、あとこのトーンがいい感じになったかなと思います。そんな感じでライン使いがおすすめのビタトーニングのダルバのシリーズでした。では息子が起きてるのでおやすみなさい。はい、今日はみちちゃんと今テルマちゃんもこっちに向かってて、またいつもの3人でニットの展示会に行ってきます。毎シーズンすごい可愛いのが。ズボンもニットです。本当？はい。可愛い。そんな上手系のあるんだね。そうなんです。去年うちらさ AW 行ったよね。だからこれ1年前ってこと？ね、確かにそうだよね。つけましたね。去年なんかさファーのアウターとかあったじゃん。ありましたね。あったよね。私つけました。しかも可愛かった。なので、今日も楽しみです。行ってきます。かわいい。並べられそうなんだ。るんです自分で。かわいい。うわ。かわいい。私が好きな香りはこれボスケボスケはいボスケアップシプレアップシプレが好きですみちちゃんロングで私ショート。どうですか？かわいい。これが公開される頃にはもう決まってますだから私よく YouTube で質問するんですけど、皆さんどっちがいいですか？テレマちゃんっていい？テレマちゃんも来ました。しかも見てこの髪色奇跡の色なんだけど、こんな白にね、思ったことない。いつもこれでオーダーしてるけどそうなんですか？はい、いつもこれでオーダーしてるんですよ。違うんです。でも私こんなオーダーする？白？はい白で。ただその私黒染めした1ヶ月後とかに真っ白やってあ、そっかそっかそっか。それはさすがに無理。だからそういう時は抜ける黒を入れてくれるから。あ、もともとね、可愛い。めっちゃすごいです。本当に紹介。めっちゃ可愛い。ピンク飽きちゃった。これはすごいやばい。はい、ニットの展示会に行ってきました。2人とバイバイして今から帰るんだけど、可愛い3つね3点オーダーしました。私マジで方向音痴なので、完全に駐車場と逆方向に向かって歩いてバイバイとか言っちゃったら全然逆方向に行ってた。気づいてよかった。ここだ。はい、じゃあ帰ります。このね相模屋の餅いなりがマジでうまくて、マイルズが渋谷に行ったので買ってきてもらいました。おいしいけど16個買って16個買いました。母乳にもいいからね、餅は美味しすぎ。もし近くに相模屋がある人はぜひ食べてください。有名らしいけどね、うまっ。すごいな。いつもよりちょっとなんかシンプルっていうか大人、かわいい。リズムでヘアセット中。イエーイ。めっちゃ食い散らかしちゃうすいません現場に行く前にラテストに来ました。はい、バーバリーに戻ってきました。今からバーバリーでショーがあるので、じゃん、到着。ちょっと早かったかな。はい、今、バーバリーのショーにトランクショーに行って
ってきて、もうとっても素敵なね今回のコレクションだったんだけど、もううっとりしちゃう、あとディテールもめちゃくちゃ可愛いし、すごくうっとりしちゃうようなちょっと絨毯っぽい柄だったりとか、すごい素敵なショーでした。やっぱバーバリーって私バーバリーの夏もすごい好きなの。バーバリーっていうとちょっと秋冬のイメージが多いかなと思うんだけど、夏もすごく好きなんだけど、今回もちろんね秋冬のコレクションでとっても素敵な、コレクションでした。はい、ちょっとね日が暮れちゃってるんですが、今からまた写真を撮らなきゃいけないので、このダルバの赤いリップ塗ってます。縁はメイクアップフォーエバーを使ってるんだけど、結構赤くついて可愛いプルプル系。こちらダルバのこのリップ、韓国語で読めません。この真っ赤のやつです。じゃあまずは一回お家に帰ります。はい、今帰ってきて息子にミルクあげたりなんなりして、マイルズがご飯を作ってくれたので、パスタとチキンとアスパラの肉巻きを作ってくれました。ありがとうマイルズ。なのでそれを今いただいています。マイルズとバトンタッチしてご飯をいただいているところです。今日は金曜日なので明日がお休みです。美味しい。いや本当に人の手料理ってありがたい。美味しい。息子はヌークのおしゃぶりが好きで、それ以外も別にしゃぶるんだけど、ヌークがすごいフィットするっぽいね。まだなんか依存してるわけじゃないけど、やっぱあると安心するのか寝る。なんか話すトピックないかな。全然いきなりの話なんだけど、キクノちゃん、キキって私が呼んでるんだけど、10代から友達で、キキがマジおしゃれすぎて、思わない？マイルズもマジでおしゃれだよ。じゃあこれを着てもキキなの。なんかそれを今日もバーバリーで一緒で、この間もナイキの時会った時にも、いやさすがだなって思ったんだけど、今日もバーバリーで一緒で、なんかハイブランドとかのもうすごいやってるし、キキがおしゃれって、まあ、世の中の人みんな知ってるんだけど、ハイブランドとかブランドの色を残したまま自分のものにするの分かる？すごくない？俺も着たい。俺も着たい。おしゃれな着こなし方というか。わかる。しかもどんなイベントとかでもなんか常にこう肩の力が抜けてるあの余裕さで全部こう自分のものにしてるみたいな。キキってすげえなと思ってっていう話でした。いきなりなんか今日はすごい変なタイミングで息子が2時間ぐらい寝て、お風呂入れるタイミングを失っちゃって、もう9時前なので今ミルクあげたとこなんだけど、昨日ものしてたもちいなりがうますぎてサブスクしたいけど超太りそう。1個で110キロカロリーだっけ。110キロカロリー。まああれは美味しすぎ。マイルズごちそうさまでした。はい、ということですごい絵面なんですが、もう髪をほどいて一つに結んで、今は、搾乳しながら息子がここで寝たので、ここでもうちょっと寝かしてあげてからベッドに動かそうかなっていう感じなんだけど、今 YouTube のコメントを見てたらやっぱすごい孤独を感じるみたいな。私が前に日常 Vlog の最後だったかなになんかすごい孤独を感じるお母さんも多いと思うし、私ですらそうだったから、みんな一人じゃないよみたいな。起きないでね、ごめんねママうるさいね。あんなすごい、あららびっくり、ごめんカメラ向けてごめん、びっくりしたね。左拭いておやすみなさい、おやすみなさい。あ、そう、一人じゃないよみたいな話をしてたんだけど、初めてのことだしさ、まだ3ヶ月だからこんな偉そうなことも言えないんだけど、その新生児の大変フェーズは超えたかなっていう感じで、息子もめっちゃよく寝る子で、新生児の時から睡眠に関してはそこまで困ってなくて、あと覚悟もしてたし、あと抱っこじゃ寝ないとか1時間に1回授乳しなきゃいけないとかいうのもなくって、そこは本当に息子親孝行ありがとうって感じで、感謝なんですけど、そうなんか多分そのワンオペの人とか駐在の人とかのコメントも来ててさ、なんか孤独を感じるみたいな。で、あとなんか最近アリシャンの動画を見た時にアリシャンも言ってたのが、なんかその深夜の夜間授乳の時にすごいこの世界に私しかいないんじゃないだけしかいないんじゃないかみたいな、静けさみたいな、なんかそれめっちゃわかるって私も見てて思って、うちの場合はさ、マイルズと一緒に夜間授乳はしてたけど、私しか対応しない時間ももちろんあって、もちろんマイルズしか対応しない時間もあってとかだったんだけど、ホルモンのせいなのかな、産後の孤独感っていうか疎外感っ
て。だけどなんか本当にこれってお子さんがいる皆さんが戻るなら0歳とか新生児の時に戻って泣いてる我が子をずっと抱っこしてあげたいとか言うし、でそれをすごいなんかよく見かけるコメントで、だから私もなんか腕の筋肉が許す限りなるべく抱っこしたり、もう抱っこ癖とかはないですよって私もねコメントですごい言われて、だからもう抱っこできる時に抱っこしたいし、このさ私だってさママの子供だったわけじゃん。でこうやって人生さ35年生きてきてほぼ大人なわけ。いつから大人って考えるとあれだけど、じゃあ人生が80年とかあった時に言ったら60年大人じゃん。20歳までをもし子供として考えるなら、まあ言って15ぐらいまでじゃんってなった時に、この時って今しかないからイライラすることがあったり、それを今のところさまだ言葉も喋れないし我が子にイライラするとか一切ないんだけど、このなんていうのストレスがあったりとか、そういうことも本当に今だけのことだし、未来の自分がこう今にやってきたみたいな風な気持ちで過ごすと、なんかより1分1秒を大切にできるし、それこそ私 YouTube 撮ってるからさ、なんか2ヶ月の時の1日の Vlog とかこの間の載せたんだけど、それとか見てても今3ヶ月ちょっとでもうそれだけでてかこの表情しなくなったとか、このっていう伸びとかしなくなったなとか、逆にこの時まだオーボールつかめなかったのに今自分で掴んで口に持ってくなとか、できることがどんどん増えていくし、やらなくなることもめっちゃ増えていくの。だからそれを考えるとここでねんねしてるのも今だけなのかなとかさ、なんか足の指をすごいこうやってむにょむにょ動かすんだけどさ、それも今だけなのかなとか、全部が今だけかもしれないって思って過ごすようにしてるんだけど、もちろん私の場合ってさ仕事もしてるからさ、なんか外に出たりマイルズの協力があって、協力っていうか2人の子なんだけど、2人でこう子育てができてるから環境的にありがたいし、そうやって噛み締められる余裕が外の世界にこう復帰をしてるっていうかさからあるかもしれないけど、ずっと例えば育休中とかで子供と2人っきりの時間がずっと1日の大半がそうだとすぐには戻ってこないかもしれないけど、絶対2年後3年後にあの時大変だったけど楽しかったなとか、あの時に戻ってあの時の我が子に会いたいなとか思う日が絶対来るって私分かってるから、もう自分がそういう性格だからその時の自分のためにも今を噛み締めようと思って、だからぜひね今いっぱいいっぱいの方もたくさんこの動画見てていると思うんだけど、誰かの動画とかを見たらそのコメント欄とか見ると先輩ママからのコメントとかも結構あって、なんか勉強になることとかも多いから、コメント欄とかも見てみるともしかしたらいいかもしれないです。もう本当に可愛すぎて何なんだ君は。もう一日中ずっとこれね、マイルズ一日中一郎可愛い可愛いって言ってるよね。ね、本当に可愛いんです。手のプニプニもミシュランマンも可愛いし、こんな存在ってこの世にいるんだって感じですね本当に。はい、そんな感じで化粧落とさなきゃ。なんかすごい今日調子良くないお肌。はい、化粧落とすってかまずシャワー浴びないとです。はい、ということでさっぱり、シャワー浴びました。髪の毛もねすごいセットしていたので髪洗ってすっきりしました。はい、じゃあまたスキンケアしていきます。今回はねこのビタトーニングシリーズを、ご紹介したんですけど、ビタトーニングじゃあ要するに何にいいのって言ったら、乾燥によるくすみのケアをできるっていうのと、あとなんか肌のトーンをこう明るくしてくれるような感じで、ビタミンのカプセルが入ってるこの美容液だったりとか次に使うクリームとかビタミンのカプセルが入ってて、それもほんと異物感なくスーッとお肌にね溶けていってくれるので、それも私のお気に入りのポイントなんだけど、今回のこの紹介するのには入ってなかったんだけど、昨日だっけの化粧で紹介した日焼け止めもね出てるので、そちらもぜひ気になる方はチェックしてほしいなと思うんですけど、今もう晩夏って感じではあるんですが、やっぱ紫外線によるくすみとかもあるじゃん。そういうのとかが気になるよっていう方に特におすすめです。もう長らくこのビタトーニングシリーズにはお世話になってるんですが、これからも引き続き愛用していきたいなと思ってます。はい、ということで日常 Vlog をお届けしました。今回のダルバのね使っちゃってるやつなんですけど、気になった方はぜひ概要欄にねリンクを貼ってるので、チェックしていただけたらと思います。次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。